経験から学んできた考え方や価値観はいろいろな場面で影響を与えています。しかし、新しい環境や経験を積む中で情報の更新はできていますか？もし今何かうまくいかないことや辛いことがある場合、もしかしたら考え方や価値観の更新が滞っているかもしれません。イメージを使って考え方の癖を探ってみましょう。例えば、食事をとるのにフォークを使うことを学んだとします。フォークはとても便利なツールなので、様々な種類の食べ物に使うことができます。多少食べにくかったり不便な時もありますが、フォークだけでも食べるという目的は達成できますし、慣れたツールを使う方が安心感があるでしょう。では、ここでスプーンやナイフ、お箸という選択肢があったらどうでしょうか。やはり慣れたフォークが使いやすいかもしれませんが、他の選択肢があると食べるお料理によってツールを使い分けることができ、より機能的、効率的に目的を達成することができます。フォーク、スプーン、ナイフ、お箸、それぞれに価値があり機能的なので、どれがより正しいとか優れているということではありません。状況に適したツールの選択肢を増やすことで目的を達成しやすくなるでしょう。フォークが自分が慣れている考え方や癖だとしたら、それだけでも十分役に立ちますが、状況や相手によっては不便なことや不都合もあるでしょう。そこでスプーンやナイフ、お箸に該当するような考え方や視点を持つことができれば、より柔軟に物事へ対応することができるでしょう。別のイメージでも考えてみましょう。自分自身が大きな家でたくさんの住人が住んでいると想像してみてください。住人は過去の自分でそれぞれに過去の一時期に学んだことや考えたことを身につけています。例えば、お手伝いを感謝されて嬉しかった経験から、人助けをすると気持ちがいいと学んだ住人、運動会で転んで笑われたことが恥ずかしかった経験から、失敗は恥ずかしいと強く思っている住人、たくさんの練習をして発表会で盛大な拍手をもらった経験から、努力するといいことがあると信じている住人、理不尽に怒られた経験から人は信用できないと考えている住人、それぞれの住人は過去に見たり聞いたり体験したことをもとに、こうした方がいいらしい、こうすれば嫌な思いをせずに済むらしい、こういう対策が役に立つらしいという生きる知恵や考え方を身につけ、後で似たような状況が起こった時、すぐに対応できるように待機しています。それぞれの考え方や対応は、各住人が経験した過去の一時点ではとても重要で役立つものでした。しかし今、異なる環境でも応用が効くかというと、必ずしも役に立つとは限りません。住人たちは良かれと思って対応しようとしても、今の環境に合っていないと見当外れな対応になってしまいます。例えば、3歳の私がおやつを食べたくてダダをこねたところ、欲しいおやつが手に入ったので、ダダをこねると希望が叶うと学んだとします。そこで大人の私が何か希望を通そうとした時に、3歳の私は良かれと思ってダダをこねて対応しようとしますが、実際は大人がダダをこねても希望が通ることは稀なので、状況に応じた適切な対応とは言えません。このように、かつては効果的だった考え方や対応も状況が変われば効果が変わってくるので、それぞれの住人が環境へ応じた情報のアップデートが必要です。
この時に考えたいのは、何のために身につけた考え方や対応なのかということです。例えば、誰も信用しちゃいけないよという住人の意図は、傷つかないように守りたい、嫌な思いをしたくないという私自身への思いやりかもしれません。そうだとすれば、誰も信用しないという方法の他にも、自分を守る方法がありそうな気がしませんか？慣れ親しんだやり方を変えたり、新しいことを取り入れるのは簡単ではありません。慣れ親しんだやり方は、たとえ効果的でなかったとしても、知っているという安心感があります。このため、良くするための変化だと分かっていても、知らないことへの不安や恐怖から慣れ親しんだやり方へ戻ろうとしてしまうこともあります。このような行ったり来たりは自然なことです。新しいやり方に慣れるにつれ、揺り戻しも少なくなっていくでしょう。あなたは普段どんなツールを使ったり、どの住人の声を聞いていますか？もし今何かうまくいかないことや辛いことがあるとしたら、ツールや対応の更新が滞っているかもしれません。この機会にツールや住人の声を見直して、今の自分に合ったものを取り入れたり調整してみてください。